皆さんやばいやばい。ティム・クックと写真撮れました。アップル CEO のティム・クックさんとね、写真撮れました。こんな感じです。おー、すげえなこれ。ディープブルー、かっこいい。200ミリ相当の望遠機能を使うことができるので、リアルキャプチャビデオも対応しました。背面と前面両方ね、同時に撮影ができる機能ですね。プロレスログ2が来たんですよ。アップルプロレスローに対応したんですよ。どうも皆さんこんにちは、あけです。僕は今アメリカサンフランシスコに来ています。アップルイベントにね参加するためにちょっと来ているんですけれども、今回招待いただきまして本当にねめちゃくちゃ興奮してました。たくさんのね、製品が発表されたかと思いますので、実際に現地でハンズオンして実際のね使用感だったりとかデザインとかね、細かく見てきましたので、現時点で分かることのね全てを皆さんにねお届けできればなというふうに思っております。その中でも今回は iPhone 17 Pro です。 iPhone Air と iPhone 17に関しては別の動画が上がっていますので、そちらもご覧ください。まずは今回の iPhone 17 Pro のデザインとか筐体について見ていきましょう。まずカラーがシルバー、ディープブルー、コズミックオレンジの3色展開となっています。3色だけなんですよ。かなり攻めてません？ホワイトとかブラックがないんですよね。これちょっと困るかもしれませんよね。アップルの推しはねこのオレンジのカラーでして、発表動画もオレンジが多かったですよね。で一応ツートーンカラーになってまして、結構カラーのところはね変わっているところが多いです。で実際に見てみた感想として、オレンジはね結構派手というか、割とねしっかりとオレンジの色がついてるんですよ。iPhone 16 Pro ですね。これ Pro Max ですけど、去年出たものは、結構ね薄いなという印象があったんですけれども、今回全然薄くなくてめちゃ濃いです。はい、なのでしっかりと色がついてますので、これ結構好みが分かれるかなと思うし、僕が見た中で一番好きなのはディープブルーかな。これは結構かっこよかったなと思うものの、でもこれもちょっと色濃いめだと思いますので、色に関してはできればやっぱ実況見れたらいいなとは思うんですけれども、たくさんねちょっと素材取っていますので、実際にね皆さんが好みのカラーはどんな感じか見ていただければなと思います。一番無難なカラーで言えばシルバーなのかなと感じております。でボディデザインはアルミニウムのユニボディに変更となっています。14 Pro から15 Pro に変わるときにチタン素材に変わりましたよね。でそこからまたアルミニウムに戻ってるんですよ。ただですね、これ単に戻っただけじゃなくて、熱管耐造によるユニボディ設計になっているんです。これは金属を高温に加熱した状態で金型に圧力をかけて成形するような加工方法になっています。この熱管耐造により、ただのアルミ切削よりもより軽くて、そして丈夫な作りになっていると。で排熱もねしっかりできるというようなデザインになっています。ボディのね質感に関しては結構手触りは変わっているし、16 Pro Max と17 Pro Max で比べてみても大きさもね若干大きくなっているような印象でした。で側面とか背面部分はめっちゃ光沢感を感じるわけではないような素材になっていて、やっぱり手触りとかはね結構全然別物な感じがしています。で上部にねなんかラインが入ってたんですけど、これちょっと聞いてみても、何のラインかがねなんかわからないそうになったので、ちょっと答えてくれなかったんですけど、そういったものがあったりはしましたね。で重量がですね 7g 程度重たくはなっています。ただこれに関してはもう全然変わらなかったです。そんなに体感では全然なかったですね。でデザインの一番の変更点はカメラバンプですよね。めっちゃ横に伸びましたよね。でこの見た目は一旦置いといて、これによってちょっと嬉しいところはデスクに置いた時にガタつきがねかなりなくなりました。ゼロでは全然ないんですけれども、16 Pro Max とか今まで3眼がねくっついてたものでバンプが横に広がってないものに比べたらちょっとねマシになってるかなといった形なので、ちょっとここはね人によっては嬉しいんじゃないかなと思います。で今回の17 Pro は冷却性能が非常にね大幅に向上しています。そもそものアルミニウムボディにより、やっぱチタニウムよりもね熱伝導性がいいんですよね。でそれに加えて新たにベイパーチャンパーというね蒸気冷却システムっていうものを搭載しています。このベイパーチャンパーというのはですね、内部に液体をね入れた薄い板状の冷却システムになるんです。熱が加わることで液体が蒸発をしてチャンバー内を移動し、冷たい部分で凝縮して再び液体に戻るんですね。この蒸発と凝縮のねこのサイクルを繰り返すことで熱をね効率的に全体へ拡散するというような仕組みになってるんですよね。すごいですよねちょっとこんなことできんねやって感じではあるんですけれども、このベイパーチャンバーとアルミニウムボディによってなんと20倍もね熱伝導率がね上がったというところになっています。ここに関しては iPhone 15 Pro とかね結構熱こもりやすかったじゃないですか。なのでこの辺りはしっかりとね先行レビューでしっかりお伝えしようと思いますので、ここはね検証をお待ちください。でさらにボディにはセラミックシールドがあります。これは Apple が開発したガラスの中にナノセラミック結晶を
組み込む技術になってるんです。前面のディスプレイはセラミックシールド2によって iPhone 16 Pro 前のモデルから3倍も強くなっていて、で背面に関しては iPhone 16 Pro に比べて4倍もね、向上していると。なので前面のディスプレイのね引っかき傷の耐性とかも3倍ほど向上していますので、まあもうケースいよいよつけなくても全然いいんじゃないかなと。実際にねつけてない方もだいぶ増えてきたような感じがあるんですけれども、よりですね iPhone そのまま使っていても傷がつくことなく使えるように、ね、なってきたかなと思います。でディスプレイサイズは iPhone 17 Pro が 6.3 インチ、17 Pro Max が 6.9 インチと変わらずで、リフレッシュレートも最大 120Hz、 ピーク輝度は3000ニットとなっています。これはね17とか Air とかとも同じ、最大が3000までいくので、こういった晴天時とかはめちゃくちゃ明るくね、表示することができます。まあディスプレイのね大幅な進化っていうのはなくて、もはやね他のモデルも追いついたというところになるんですけれども、反射防止性能っていうのがやや向上しました。なので今回の iPhone を選ぶ中でディスプレイによってね、選びたいものを変えるという必要がほぼなくなったと言えると思うので、ここはね、統一されてまあいいんじゃないかなというふうに個人的にはね感じております。もはやね17と Air がねやっぱりこう買い時になったような気はするんですけれども、ちょっとこの辺のね意見は皆さん聞かせていただければなと思います。そしてもう一つ大事なところが、eSIM のみになりました。これ日本では eSIM のみになってしまったんですよね。これ何かというと iPhone っていうのは物理 SIM カードが入りますよね。この側面に SIM スロットがあって、こうキャリアとかで入れ替えてもらったり、あるいは自分で入れ替えてね海外に持っていくように SIM を変えたりとかやってたと思うんですけど、それがなくなります。 SIM カードっていうのはねこういった電波をね、送受信するときに大事なもので、モバイル通信とか、電話番号とかねそういった情報を記録しているものになります。ここに関してはね大丈夫かと思う方もいるかもしれないんですが、これは全然そんなにね難しく考えなくても意外とね、すぐに変更することができるかなと思っております。で実際に eSIM ってじゃあどれで使えるのかっていうと、ほとんどのキャリアで eSIM ありますので全然使えます。一応やり方としてはキャリアのマイページとかアプリから eSIM への切り替えっていうのが多分あるので、そこから申請をしてください。で QR コードとか、あとアクティベーションコードっていうものをね受け取って、それを新しい端末で読み込んでいただきます。これによって物理 SIM から eSIM へのね移行が可能になりますので、なんなら eSIM から eSIM っていうねもうここの同じものであればクイック転送機能でね超簡単にできるから、本当にねそこまでねここは懸念点として挙げなくてもいいのかなと個人的には感じております。で実際に僕もねアメリカに今来てるんですけど、eSIM をやっぱダウンロードしてアクティベートするだけで海外で使えたりするからめっちゃ楽なんですよね。なのでもはや使いやすいとは思うんですけど、もちろんわからない方はいらっしゃると思うので、ぜひねキャリアに相談するとか、ちょっと公式のね正式な情報をね見ていただくのがいいかなと思います。でそして USB-C ポート物理ボタンに関しては USB-C3.0 最大 10Gbps のデータ転送が可能です。この辺りは一緒ですね。でディスプレイポートにも対応しているので、映像の転送っていうのも可能だったりします。でマグセーフ、ワイヤレス充電に関しては最大 25W までになりますので、マグセーフ T2 両方ともかな。なので、噂の逆充電ができるようになるとか 35W のマグセーフっていうのも出てきませんでしたね。ここはちょっと欲しかったなっていうのはありますよね。で背面のねちょっとデザイン変わってて、アップルロゴねちょっと下に来たんですよね。ちょっとこれね並べてみるとって感じではあったんですけれども、慣れるんでしょうね多分慣れると思います。カメラのバンプの大きさも慣れるんだと思いますよ。はい、これはただアクセサリーがめちゃくちゃ良くてですね、今回新しいケースがありました。この新たなねケースはそれぞれのねカラーに用意されていて、ストラップをね、純正で付けることができます。それぞれ別売りにはなってはしまうんですけれども、非常にこのね質感が良くて、なんかちょっとザラザラとした背面のデザインになってるんですけれども、この純正のねアクセサリーが良かったので、今年はちょっとこれでね楽しみたいなと僕は感じております。でカメラコントロールボタンやアクションボタンっていうのは今年は変化はありませんでした。ということでですね、皆さんカメラ性能についてしっかり見ていきましょう。今回もだいぶと進化しました。 iPhone 史上最高の8倍望遠になったんですよ。これによって 200mm 相当の望遠機能を使うことができるので、よりね望遠撮影が可能になりました。で望遠レンズのみセンサーサイズがね、新しくなって 56% 大型アップしています。もともとのね他のセンサーはちょっとねもともとでかかったので、ようやく望遠もね揃ったというような形になっています。でセンサーの改善はね望遠レンズだけになるんですけれども、全カメラにおいて光学性能が改良された 3D のセンサーシフト手ブレ補正があるんですね。これはねちょっとめちゃくちゃ気になる。ちょっと手ブレ補正機能がね良くなってるっぽいので、ちょっとこれはねレビューでしっかり検証をねしようと思います。なのでね17 Pro ではやっと超広角望遠の全てが48メガピクセルの
フュージョンカメラになりました。これでね2倍4倍とかそういったものがよりねめっちゃ綺麗にね撮れるし、元々の画素数も4800万画素という超高解像な、写真や動画を撮ることができるようになりました。でただちょっとこれ分かりにくかったんで、僕めちゃめちゃ質問攻めしたんですよ。でこれで聞いたのが、去年出た iPhone16 Pro っていうのは望遠レンズが5倍でしたよね。 120mm とかやったかな、はいだったと思うんですけど、今回は4倍です。なのでジャスト 100mm です。ただ聞いたところ4倍の 100mm のね撮影時の場合は24メガピクセルで撮れるんですが、8倍の 200mm の時は12メガピクセルになるんですよ。これはクワッドピクセルビニングではなくなるっていうのがあるんですけれども、ちょっと難しいんですけれども、なのでやっぱり8倍よりも4倍の方が綺麗っていうのはねあったりはしますので、ちょっとこの辺はね覚えておくといいかもしれません。でさらに18メガピクセルのセンターフレームフロントカメラになりました。まずそもそも画素数が12から18メガピクセルに上がったっていうのはもちろんセンサーがね2倍の大きさになったんですよ。これはですねめちゃくちゃ大事で、やっぱカメラのセンサーっていうのは光を取り込む部分になるので、やっぱり面積が大きいほど光を取れるので、背景がボケやすかったりだとか、暗いところでも強くなったりとか、画素数だけじゃわからないこの良さっていうのがあったりするんですね。なのでちょっとセルフィー撮ってみた感じでもう明らかにね画質良くなってるのが感じました。でしかもこのセンサーがねスクエアになってるんですよね。このスクエアセンサーによって後からね縦サイズとか横サイズをね切り取ることがしやすくなったんですよ。今まではねちょっと縦型だったはずなので、こう縦で撮るときはねいいんですけど、横で広めに撮りたいときはこう横に向けないといけなかったじゃないですか。これがねなくなって、なくなったというか、これをねしなくても、切り取ることができるので、縦横両方ね、縦持ちでできるようになりました。でそれでいてそれらをオートで自動で切り替えさすこともできるし、センターフレームにも対応したりだとか、あとはアクションモードも搭載していて、なので動画のね、際の手ブレ補正もかなり向上しています。なのでフロントのカメラめちゃくちゃ進化してましたこれ。はい。でさらにこのフロントカメラを使ってリアルキャプチャビデオも対応しました。背面と前面両方ね同時に撮影ができる機能ですね。ちょっと B リアルに似てるような感じかなと思うんですけど、こういった撮影もできるようになったので、これはめちゃめちゃ嬉しいですよね。何かを撮ってる時に自分たちのリアクションを撮ることもできたりします。でこれらの解像度も確認したところ、これは 4K24 フレームと30フレームが最大になりましたので、 4K60 は撮れなかったという形になります。でこれらのフロントカメラというのは今回発表された iPhone 全部一緒です。 iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro 全てで同じものになってますので、これはねめちゃくちゃいいところですよね。でそしてですね Apple ProRes RAW に対応したんですよ。ちょっと待ってこれやばいって、これ何かっていうとですね、動画でRAWが撮れるようになっちゃったんですよ。ちょっと意味わからへんほんまやばいって感じで、これ説明するとめっちゃ長くなるんですけれども、写真っていうのは JPEG とかいろいろ撮り方があって、写真をよりこうめっちゃ綺麗にするっていうのでRAW写真っていうのが撮れるんですね。もう生のデータ、本当に後からねいろんな変更ができるめっちゃ膨大なデータを持つものがあったんですけど、それをね動画でも撮れるようになったんですよ。つまり動画で後から編集ができる、後から余白を残したもう莫大な動画をね撮れるようになってるんですよね。今まで15プロ、16プロはプロレスまでだったのが、17プロではプロレスローも撮れちゃうと。これを iPhone で撮れちゃうっていう結構エグいことが起きてます。ただこれはね、ブラックマジックカメラとファイナルカットカメラで撮影が可能になっています。で、最大 4K120fps、要はハイスローモーションっていうのは据え置きだったりとかで、ちょっとこれエグいっすよね。はい。ちょっとこの辺の画質もしっかりとね、後ほど検証していきますので、この辺はね、めちゃくちゃ楽しみにしてください。僕らもすごく楽しみです。でですね、ちょっとホームページをめちゃくちゃ見てたら、一つ気づいてしまったことがあったんです。Apple ProRes RAWの2です。プロレスログ2が来たんですよ。これびっくりしてこれめちゃくちゃ聞き終わったんですよ。これログ2何が変わったんですかみたいな詳しいことを言ってなかったから、めちゃいろんなスタッフさん聞いてちょっとこれ分からんなみたいな感じで、めちゃくちゃスペシャリストの方にねたどり着いてやっと聞いた回答がですね、以前の Apple ログからダイナミックレンジが向上したんです。色自体は変わってはないみたいなんですけど、ダイナミックレンジが向上しました。これどういうことかというと、カメラというのはね、明るい部分と暗い部分のその明暗さをねどれだけ綺麗に入れれるかっていうのがすごくこう指標になるっていうのがあったりするんですけれども、こうダイナミックレンジが広いと今のようなこの明るいところからこの暗いところっていうのもね、よりこうね しっかりと残すことができるんですね。でそれがねより広くなったっていうのが Apple ProRes RAW 2になります。なので今までの、ProRes RAW のものと比較検証とかもねしっかり行いたいと思いますので、こちらもねぜひね他の、ここ
この先のね動画をお楽しみにいただければなと思います。であとはジェンロックとかタイムコードにも対応しました。これでね複数での iPhone の同期とか、ライブ配信のスイッチングとかにも役立ったりしますし、高画質なだけの動画撮影だけじゃなくて配信とかにも最適化されました。その他のビデオモードは据え置きです。アクションモードは最大 4K 撮れなくて 2.8K まででした。あとシネマティックモードも 4K30fps ですね。で空間ビデオもまだ 4K には対応しなかった。ちょっとこの辺はねまだまだ今後の改善を期待していきたいところです。であと一応スペックも見ていきましょう。A19 Pro チップを搭載しています。2つの高性能コアと4つの効率コアを搭載した6コアの CPU、最大 20% 速い CPU 性能、冷却性能の効果も非常に大きいです。この A19 Pro チップによって Apple Intelligence もパワフルに使うこともできるし、ゲームとかもね高負荷なものも、問題なくねストレスなくね、使っていく楽しむことができるんじゃないでしょうか。バッテリー性能に関しては iPhone 17 Pro が、最大33時間のビデオ再生時間、16 Pro からは5時間程度大きくなっていて、17 Pro Max は最大39時間ですね。16 Pro Max が最大33時間の6時間程度の拡大となっています。日本は eSIM モデルしかないんですけど、 eSIM モデルの場合は、物理 SIM のスペースをなくすことでちょっとバッテリーのね大きさが大きいんですって。なので日本はそれなんですけど、いいことですよね。バッテリー eSIM になってさらにバッテリーも伸びるといったところになってきています。最後価格はこのような形です。 iPhone 17 Pro が17万9800円から、 iPhone 17 Pro Max は19万4800円からとなっています。両方とも 256GB スタートで、17 Pro Max だけ 2TB まで対応しました。 2TB というのは 2000GB ですよ。僕はね16 Pro Max 今使ってて 1TB ほぼ埋まっちゃったんで 2TB めっちゃ嬉しいんですけど、 2000GB までになりました。やっぱりApple プロレスローとか、プロレスログとかが取れるようになったことで情報量がすごく多くなったので、よりね容量が大事になってきましたよね。そういったところがあるかと思います。で気になる予約注文は2025年9月12日から、発売は2025年9月19日金曜日になります。はいという感じかな。気になる箇所、今後検証してほしいものは全てよかったらコメント欄で皆さんください。いろんなコメントをね読みながら、いろんなコメントを拾いながら、先行レビューのね動画も制作しようと思いますので、ぜひですねどしどしお待ちしております。日本帰ったら僕もめちゃくちゃね、チームメンバーと一緒に、レビュー動画を作ろうと思いますので、たくさんねコメントしていただければなと思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。 iPhone 17 Pro の、速報動画となります。合わせてね iPhone 17と iPhone Air のね、速報レポートもね出していますので、ぜひご覧いただければと思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。